本動画は絶賛公開中のデッドプールシリーズ最新作、デッドプール&ウルヴァリンの本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。何つうか、買収したからってなかったことにはさせねえからな。親会社さんよって感じの作品だった。まさかサイクもジーンもストームも出ないとは思わなかった。貼り付けのウルビーはなんなん？ヘンリー・カビル出てくるとは思わなかった。どっかのクソみたいなスタジオはやっぱりダメだな。原作通りの小さいバリンさんはやっぱりダメだ。原作ウルヴァリンラッシュよかったな。やっと映像化したからね。微妙なセイバープースとジャガーノートに笑っちゃった。やばセイバープースだ。ファンたちが待ち望んだ対決が始まってしまう。瞬殺。まあファンがウルヴァリンとの再戦を待ち望むセイバープースは虚無空間送りになってない方だからな。マッドマックスのシーンノリノリすぎる。なんだよあのバイク横に並べて場みたいに操ってんの。レディストライクいたけど覚えてる人どれくらいいるんだ。ヴィランのミュータントは大体出てたな。アザゼルさんファンサービスとばかりにテレポートしまくってたな。さすがに全部オリキャスではないとはいえキャラ頑張って出してくれてたな。ロキ出てくると思ってたけど出なかったな。代わりにソウが出るとは。なんでソウと俺ちゃんが泣いてるの？あれ本当になんだろね。そうに見取られるシーンが今から楽しみ。あれダークワールドから流用したギャグシーンじゃね。キャップの変みたいだと思ったら違う人だった。クリエバつながりであれ出すの悪いオタクがやるやつすぎる。墜落した後の知らない知り合いじゃないがひどい。吹き替え版を見てきたけどクリス・エヴァンスの声が吹き替え版ファンタスティック4の神な延々のままで地味に感動したわ。吹き替え版はローラとかも声優一緒なのすげえわ。よく引っ張ってこられたな。お前が余計なことするから死んだんだってしっかり怒るウルヴァリン好き。でたらめなこと言うな、は言ってないからちゃんとジョニーの発言だった伏線が張られているという。ファンタスティック4ってぶっ殺していいんだ。ってなった。リードがね、マルチバース・オブ・マッドネスで今回よりはるかに雑に死んだでしょ。その見返りにこっちではストレンジが死んだ。MCU にゲスト出演するたび出演者が殺されるマーベル最古のチーム。フレームオンってダメだった。役者的にはジョニー・ストームの方が元の性格に近くて愛着があるんだよな。ボスクレの罵倒はクリエバがノリノリで丸暗記してたらしいわらわら。ライアンとヒューがニヤニヤしてると思ったらカンペなしで完璧な罵倒してたからかわら。こんなに早く MCU でクリエバ再登場とはな。それもいいぐらいにギャグで子さんファンは大歓喜っていういい塩梅。まさかまたローガンとローラの親子見られると思わなかったわ。しかも今度はちゃんとハッピーエンドで。直前に、ローガン、見返してたもんだからあそこでまあ泣いたよね。買ってもらったサングラスつけるところめっちゃ目頭熱くなったわ。ローラがグラサンかけるの初見だと笑うだろうし予習済みだと泣きそうになるね。本当にグラサンが似合う女の子になってた。いやデザインはダサいんだけど。あのダサいグラサンを大きくなっても形見として持ってるのは来るものがある。ローラがジャガノートに対峙して勝てるくらいに成長しててちょっと安心した。っていうかあのジャガーノート弱すぎる。あのジャガーノート久しぶりに見てなんであれに OK 出たんだろって疑問がまた湧いてきたけど、虚無にいたから答えは虚無だ。2024年にスナイプスのブレードが見られる喜び。アジトでブレード出てきた時、あれブレード。いや違うよなってなったけどやっぱブレードだ。ってなった。ウェズリー・スナイプスだよなこれ、あれ違う。ってなった。刀背負ってなかったから自信なかった。ブレードは白髪混じりになってもかっこいいな。やっぱブレードかっけーな。過去にも未来にも一人だけの人。だいぶ小さくなっちゃってた。でもかっこよかった。スナイプスが小さいんじゃなくて他の男が1Aトレイ後半しかいない。ウェズリー・スナイプスのブレード見れただけ初日に見た甲斐があったすぎるんだけど、ブレードの MCU 早くやってくれよ。でもやっぱりウェズリー・スナイプスのブレードは完成度が高すぎるよ。ブレードは俺だけだみたいなこと言ってて笑った。あんたのブレードが見たかったよ。ウェズリー・スナイプス版の続編またはリブート来ないかな。なんでヴァンパイアが再取ってるねん。ハーフのデイウォーカーだから吸血鬼と同等の肉体の強さがあって太陽などの弱点もないけど再生や不老不死能力はない。ブレードちょい役で出すにはもったいないな。というかかつての主役たちが脇役で登場しまくるのすごいよな。ブレードって面白い？ウェズリー・スナイプスが死ぬほどかっこよくてアクション映画好きなら最高に面白い。今どう思うかはわからんが当時はアクションキレキレでかっこよかった。3はいろいろあるけど、ブレードさんで共演した中、
ブレイドさんにライアン・レイノルズが出てたのを割とみんな本気で忘れてそう。最高の映画だからみんなブレイド見ようね。ゴーストライダーも呼べよ。ゴーストライダーは20フォックスじゃないだろ、と思ったらブレイドもだった。ブレイドがマーベル映画の下地を作ったレジェンドだから出したっぽいね。何にせよリスペクトのある再演で最高だったよ。ブレイドは握ったら危ない剣も見たかったけれど、手裏剣はしっかり使ってくれていたから大満足だ。MCU 登場前のアメコミ映画はあれはあれで味があるよな。パニッシャーとか作品によって役者も作風も全部違うし。昔のは大敗的なロケーションとかがかっこいいのよね。パニッシャーが残していった武器だ。5作くらいあるけどどのパニッシャー？ブレイドは俺だけだ。この先も永遠に。ここ好き。ガンビットって他で出てたっけ？出てない。マジで幻なんすよ。ゼロに出てなかったっけ？ウルヴァリンゼロでガンビットを演じた人じゃなくポシャった企画の人を出してくる性格の良さ。ガンビットの人企画がポシャったことでトラウマを負ってたけど少しは良くなったかな。いつかまた見たいぜ。この写真は、ほぼ10年前のものだ。ライアンがデッドプール1を世界に初めて披露した時、私は客席に座っていて、その直後にステージに駆け戻って彼を見つけたと思う。完璧だよ。当時は彼のことを全く知らなかった。でもそれ以来、この業界でライアン以上に私を支えてくれた人はほとんどいないと言える。私はガンビットを永遠に失ったと思った。でも彼は私とガンビットのために戦ってくれた。私はおそらく永遠に彼に借りがある。これが僕にとって意味したことと同等のことを、どうやったらできるのかわからないから、愛してるよ。ショーン・レビのことも、本当にあらゆる面で素晴らしいクリエイターだ。すべての物事には理由がある。この映画に出演できて本当に感謝している。僕の中では傑作だよ。そして、ただただ純粋に悪趣味な喜び。映画館で文字通り叫んでいたよ。レッツファッキンゴ。重い。こじらせすぎてちょっと俳優人生にも影響出ちゃうくらいやりたかったからな。ジャニング。やっぱかっこいいぜガンビット。オフェも映画に出フェよかったフェも運ゲール。ガンビットの鉛はずるいでしょあんなん。ミニオンズって吹き替えしか見たことないけど言語だとガンビットみたいな喋り方だったんだな。ギャグキャラだったけどチャニング・テイタムのガンビットが生き生きしてた。忘れないよお前のこと。アクションかっこよかったよね。すげえ、格ゲーで見たガンビットだ。って感動したよ。ガンビットの戦い方めっちゃ格ゲーだったし強くて嬉しかった。前回のジャガーノートといい、今回のガンビットといい、格ゲーで X 面知った俺にご褒美なビジュアルだった。何か太いけどアクションがマジでかっこいいなガンビット。カメオ出演キャラの中でもガンビットだけ異常に強すぎない？やっと映像化したからね。テイタムガンビット本当に作れや。ガンビットさんは単独映画企画発表、中止、再始動、みたいなのを繰り返して結局映画にならなかった悲しい過去が本当にある。最初からここにいた気がするでクソ笑ったわわら。ネタ全振りかと思ったら戦闘めっちゃかっこよかった。ガンビットくんの訛りがなんか普通に聞き取りにくいだけだった。海外の訛りを再現するのに名古屋とか東北とか持ち出してきた宇宙忍者ゴームズの吹き替えはある意味正解だったのではって思えたよ。ガンビットの吹き替えが訛り英語に日本の方言が混じって、それを森久保さんが抑揚なくだーっと喋る感じだからマジで何言ってんのかわからない部分あってめっちゃ好き。ガンビットは英語何言っているのかわからんけど能力はやっぱ R-1A と A が生えしていいな。ガンビット戦闘も良かったけど衣装すげえ良かったよ。X- 面新作アニメのガンビットが最高すぎていつか MCU できちんと原作準拠の姿が見たいなぁと、つい最近思っていたところだった見れた。ガンビットのことあんま知らんけどあの棒かっこいいわ。ガンビットずっとトランプで戦うもんだからね。棒は僕ガンビットの棒で戦う盾好き。って見てたら、ちゃんと棒も出てきてなんかエネルギー体みたいだったけど安心した。トランプつなげて杖にしてたらしい。ブレイドもガンビットも感動したけどジョニーみたいにザコシしないかドキドキしてた。この姉ちゃん誰？エレクトラまで拾ったのはビビった。壮大にこけたんだよなあれ。エレクトラの人前にベン・アフレックのデアデビルの時のエレクトラ演じてたご本人なのはいい。御年50超えであの容姿はすごい。死んだデアデビルはベン・アフレックの方か。死んだけど別に悲しんでないって言うからそこまで仲良くないのかな。ジェニファー・ガーナーとベン・アフレックが元夫婦だったから、デアデビルは残念だった。別にっていうメタギャグも含まれてるだろうね。デアデビルでエレクトラ知ったけど単独映画あったんだな。エレクトラにも単独作品があるなんて知らなかったわ。スピンオフをかなり早い段階。早すぎる段階でやってたのはフォックスの先見の明だわな。
早すぎて時代が追いつかなかった。エレクトラ、敵にボブサップが出てくるのだけは覚えてる。ガンビット T シャツ着てるのもポイント高い。みんな背が高いな。ダフネがこれでも160あるんだからな。ハッピーで笑ったしジョニーで笑ったしエレクトラブレードガンビットローラとのチームアップで笑って感動した。二人でタイムリーパー壊すのも最高だった。ハッピーとの面接シーンで、あんたデアデビルで見たことある、がなかったのが残念かも。エレクトラは一番振り返られる機会が少ないマーベル映画で、ブレードはリブート企画が父として進まないマーベル映画で、ガンビットはそもそも企画がおじゃんになったマーベル映画で、そんな3人の活躍が見られて本当に嬉しかった。ブレード、エレクトラ、ガンビットはかなり優遇された活躍だったな。生地 X- フォースやイルミナティとか直前にヒューマントーチ見てたから。ローラも単独がおじゃんになったやつなんやで。それは知らなんだ。つまり全員分けありで新作が作られないチームだったのか。ポシャった企画のキャラ使う発想がすごいわ。自分の世界消えちゃった元主役たちが今の主役を助ける王道展開よかった。ガンビット超かっちょ今日ずっとガンビットのこと考えてるわ。俺はローラ。ローラはこれからも出てほしいな。ブレードたちみんな消えちゃったのか心配だったけど、最後のローラを見る感じみんな帰れたみたいでよかった。ローラは MCU に取り入れるのはいいけど今後も使う気あるのか？ヤンアベに入れたら？ローガンが2017年でローラが10歳くらいだから7年後の2024年の今作でローラがちょうど高校生くらいに成長しててそういうとこの辻褄も合ってんだよな。虚無で生き延びてたからベテラン枠でヤンアベ加入ないかな。